空が青いな。はい、おはようございます。今日はですね、9月3日、水曜日でございます。はい。またね、ちょっと住宅街なもんですから静かに。今日は、以前ねこちらビラ花釜屋でここね、初売工事をさせていただいた場所なんですが、今日はですねこちらに、監視カメラをつけてほしいということなので、はい、やってまいりました。またね早朝7時過ぎでございます。はい、住宅街なんで静かに工事したいと思います。はい、ということで、はい、それではね、ここ玄関入り口にねカメラつけるんですけど、ご覧の通り電源がございません。はい、ですので、この裏のねこちらのですね、屋外防水コンセントから渡りで電源持っていこうと思います。ということで、工事していきたいと思います。はい、ということでですね、まずね常時電源、常に電源が来ているところを探しまして、はい、ここはですね浄化槽のブロワーの電源を取るところのコンセントとなっております。はい、ですのでね、電源が切れることはないということで、その電源元を探しまして、はい、そこからね監視カメラ用に電源を延長してまいります。はい、ということでね、ステップルというね、釘を使いましてね、はい、それで、壁面沿いに配線を持っていきます。はい、まあね、一般住宅はね、こんな感じでいいと思うんですけど、工場とかね、まあ違う場合は、配管をしたりしてね、持っていきますが、まあ、そうするとねお金もかかりますから、まあ露出でステップルで止めていくと、まあ、いうような形になると思います。はい、ただね相手がね木があればいいんですけど、木がないこの壁、白い壁のところはですね、サイディングといいまして、結構硬いんですよね。はい、ですので釘が打てない、入り込んでいかないということで、まあところどころ木枠を探しながら、ステップルを止めていっております。はい、そこでね、脚立がね、下に花壇がありまして届かない。どうしよう。はい、それではですね、ちょっと今回秘密兵器持ってきましたんで、秘密兵器、こちらになります。はい、こちらは何かと言いますとですね、先ほど7尺の脚立、立てたんですけど、はい、やはりね、水平平たい場所でね脚立使うときはいいんですけど、こうやってね少し段差があったり、高低差があった場合、こちらですねこれをアタッチメントで取り付けますと、ここで伸び縮みしてですね、そしてここにアルミ脚立をアタッチメントすることによって、まあ、どんな脚立にもアタッチメントできるという優れものでございます。はい、これを使うとですね、ちょっと傾斜があったりやりづらいところも、便利でございます。はい、こちらはね、まあはっきり言って、まあ看板屋さんはみんな使ってると思うんですけど、もうかなり昔からあるやつでございます。はい、ですのでね、知らない人はいると思いますのでご紹介しました。
はい、ということでね、秘密兵器、こちらね、意外や、超便利なんでございます。はい。やはりね、片面だけ、高い場所とかね、あとね、4つ、アタッチメントできますんでね、全部、4箇所がですね、違う傾斜の場合でも、水平を保つことができる優れものでございます。はい。ということでね、普通に脚立立てると、もう全然ね、上空では、離れてしまうんですけども、はい、こちらはね、きちんと、作業やりやすいように、壁面の近くまで脚立が行ってくれるということで、ケーブルを延長いたしまして、そして、いよいよコンセントをつけてカメラを取り付けると、そういう作業になっております。でね、ここに、屋外防水コンセントをね、つけます。はい、カメラ専用ですね。はい、これもね、結構高いんですよね、これもね。もうこのパナソニックの屋外防水コンセントしかないんですかねっていうぐらいですね。はい、もう独占で、どこのご家庭でもこれがついてると思います。はい、ということで、防水コンセントをね、屋外コンセントをつけまして、そして最後にステップルで、つけまして、はい、でね、ここまで電気が来てますんでね、先にこれを、接続してしまうと、先端でね電気来てますんで危ないでございますので、はい、そういう場合はですね、まず先に、電源工事を終わらせておいて、ここで電気が生きているところで接続すると。そうするとブレーカーを落とさなくてもいけると、そういう感じであります。はい、これがね、アタッチメントで、取り付けられるジグとなっております。はい、これねほんと便利なんですよ。今ねこれ3つの足が、低いところにあって、奥のですね、左側は、ブロックで高くなっております。はい、それでは、カメラのねセッティング、Wi-Fi 設定終わりましたんで、これをね取り付けていきたいと思います。はい、ということで、本日の作業内容はこちらとなります。監視カメラをつけまして、電源をねずっとぐるっと、こちら側ね電源がございませんでしたので、下を通させていただいて、はい、ここからね防水コンセント、屋外コンセントから取りましたということで、以上になります。はい、ということで本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。今日はね、ビラ浜金谷さんというところで、玄関前に監視カメラをつけさせていただきました。ありがとうございます。ちょっと電源工事が、必要なのと、あとセットアップがね、多少必要になりますんでね、もし、ご希望の方がいらっしゃいましたらですね、はい、ぜひ便利屋まで、こちらまで、はい、お願いいたします。ということで以上となります。ありがとうございました。もしよろしかったらチャンネル登録と高評価ボタンお願いします。ということで以上となります。住宅街だからね、静かにしないとね。はい、ありがとうございました。ゲッツ。はい、それではですね、人生初のですね、お米の精米というのをちょっとやってみたいと思います。ということで、精米所にやってまいりました。はい。
はい、では失礼いたします。どうすればいいんですか？全くよく分かりませんね。作業手順、まず営業中のランプを30キロ300円。まずお金を入れてください。1、2、3。おお、開いた。どういうこと？玄米シャッターが入れたら玄米を入れる。玄米シャッター開いたら玄米をここに入れる。そしてボタンを押す。そして空袋をつける。そして運転が停止した時にここに米が残っていればお知らせいたします。精米が完了すれば足でペダルを踏み米を出す。足でペダル？これ？あ、これか。なるほど。じゃあとりあえずお金入れたので玄米を入れてくださいということですので、玄米を入れます。これは玄米ですね。はい、皆さん、初めて私は見ましたけど、こういう感じなんですね。このまま食えないんですかね、よくわかりませんが、1回の投入量は玄米2キロ以上としてください。ということで玄米を入れたいと思います。こうやってやるのかな。バーってやれるのかな。はい、ということで、人生初の精米以上となります。ありがとうございました。はい、それではですね、先ほど精米してきたねお米、じゃーん。こちらとなります。見えるかな。はい、これを精米してきましたんで、今日はですねこちらに、小分けにしてね、はい、そしてポップを作りましたからね、はい、これ小分けで500円で販売したいと思います。ということで入れていきます。はい、ということでね、精米したお米を小分けにいたしまして、はい、そしてリサイクルショップで販売していこうと、思っております。まあぶっちゃけね、赤字でございます。コシヒカリ、高いでございますからね、はい、これをね、小分けにして、販売していくわけでございますが、赤字でございますが、まあ少しでもね、近隣近所のお客様のね、お役に立てればということで販売していきます。ありがとうございました。